皆さん、こんにちは。こんにちは。豆腐ジャパニーズポッドキャストへようこそ。私、ホストの田中太郎です。そして佐藤由美です。今日もよろしくお願いいたします。由美さん、よろしくお願いします。このポッドキャストは、日本語を学んでいる皆さんがもっと楽しく、もっと簡単に日本語を勉強できるようにお手伝いすることを目標にしています。はい、難しい文法やテストの勉強も大切ですが、私たちは実際に使える生きた日本語を皆さんと一緒に学びたいと思っています。さて、今日のテーマは多くの学習者の方が抱えている悩みかもしれませんね。そうですね。今日のテーマは自宅でできる日本語スピーキングの練習方法です。素晴らしいテーマです。独学で日本語を勉強していると、話す練習はどうしてもおろそかになりがちです。会話の相手がいないと話す力が伸びないと感じる人も多いでしょう。でも安心してください。実は家にいても相手がいなくても日本語を話す力を伸ばす方法はたくさんあります。このエピソードを最後まで聞けば、すぐにでも始められる効果的な練習方法が見つかるはずです。皆さんぜひ最後まで聞いて今日から実践してみてくださいね。さあ始めましょう。さて、自宅でのスピーキング練習。最初のステップとして何を始めるのが一番良いでしょうか？太郎さん、私はまず聞くことから始めるのをお勧めします。話すためには正しいリズムや発音を知る必要がありますよね。まさにその通りです。話す力の基礎は聞く力、リスニング力の上に成り立っています。そこで役立つのがシャドーイングという練習方法です。シャドーイング、日本語学習者にとってはおなじみの言葉かもしれませんね。はい、シャドーイングとは流れてくる日本語の音声に少し遅れて影、シャドウのようにそっくりそのまま真似して発音する練習です。教科書の CD でもいいですし、日本のドラマやアニメ、ニュースなど何を使ってもいいのですが、ポイントはありますか？一番大切なのは自分が理解できるスピードと内容を選ぶことです。難しすぎるものを選ぶとただのリスニングになってしまい話す練習になりません。なるほど。例えば、初級 N5 や N4 レベルの方なら、子供向けの物語や、とてもゆっくり話している日本語学習者向けのコンテンツが良いかもしれませんね。中級 N3 や N2 レベルの方なら NHK のニュースで学ぶ日本語のように少しスピードが速くても文法構造がはっきりしているものがおすすめです。シャドーイングをするときは、ただ口を動かすだけではなくて、声に出すこと、そしてその人がどんな感情で話しているかまで真似することが大切です。そうです。例えば、びっくりしたというとき、ただの棒読みではなく、びっくりしたという感情のこもった抑揚を真似するんです。感情を真似することで、より自然な日本語の話し方を身につけることができますね。それからシャドーイングで慣れてきたら次のステップは独り言です。来ましたね、独り言。日本語学習者にとって最強の味方と言われる練習法です。はい、独り言は会話の相手がいなくてもアウトプットの練習を強制的に行うことができます。独り言は具体的にどんなことを話せばいいんでしょうか？シンプルで大丈夫です。例えば朝起きてから夜寝るまでの行動をすべて日本語で実況中継するんです。実況中継？今、私は冷蔵庫を開けました。牛乳を取り出します。カップに注ぎます。牛乳が少なくなってきましたね。という感じでしょうか？まさにその通りです。頭の中で考えるのではなく必ず声に出すのが重要です。もし言いたいことが日本語で出てこなかったらどうすればいいですか？それは新しい単語や文法を学ぶチャンスです。そこで止まってすぐにスマートフォンで調べるんです。調べた単語や表現をすぐに独り言の中に取り入れて使ってみる。このサイクルを回すことで語彙力がスピーキング力に直結しますね。独り言は少し恥ずかしいかもしれませんが、家にいる時だけ、誰も聞いていない時だけやれば大丈夫です。継続することが何よりも大切です。これが自宅スピーキング練習の第一歩、聞くことと声に出すことの練習でした。太郎さん、
シャドーイングと読理語とで基本的な発音や語彙の確認はできました。次はもう少し実践的な練習に進みましょうか。はい、一人で練習するけれど、まるで誰かと話しているかのように感じる練習ですね。その通りです。パート2では役割演技、ロールプレイングと環境描写を紹介します。役割演技、これは楽しそうです。自分と相手、2つの役割を一人で演じるということですね。はい。例えば、日本のコンビニエンスストアで店員と客の会話を演じてみます。想像してみましょう。客役は私でしょうか？すみません。このお弁当を温めてもらえますか？はい、かしこまりました。袋はご利用になりますか？はい、お願いします。あと、切手もください。このように、一人で二役を演じることで、店員さんが使う敬語や、客が使う自然な依頼表現など、両方のパターンを学ぶことができます。そして、この練習の良いところは、会話が途中で止まっても自分で軌道修正できることです。誰かと話していると、相手の言っていることがわからなかったり、自分の言葉が出てこなかったりして、焦ってしまうことがあります。でも一人なら大丈夫です。この返事の仕方は不自然だなと思ったら、すぐにやり直せばいいんです。テーマはコンビニだけでなく友達との会話、病院での受付、駅の窓口など自分が将来日本語で話す可能性のある場面を想定すると良いですね。自分の日常生活に還元する場面を選ぶと、より実践的な語彙を覚えることができます。次の練習は環境描写です。これは独り言に似ていますが少し違います。環境描写とは、自分の周りにあるものや今見ている景色を日本語で詳しく説明する練習です。例えば窓の外の景色を見て、あの電柱の上にカラスがいっぱい止まっています。電線が3本空に伸びていて、空は少し曇っています。はい、これは名詞だけでなく、動詞、形容詞、そして文と文をつなぐ表現、接続詞も瞬時に思い出す訓練になります。語彙力だけでなく、日本語で物事を論理的に説明する能力、つまり表現力が鍛えられますね。特に中級以上の学習者には、この練習で商用だ、商らしい、商思われるといった推量や断定を避ける表現もできます。少し複雑な表現を使えるようになると、会話がより自然で豊かになりますからね。例えば、お料理をしている時なら、フライパンで豚肉を炒めます。豚肉の色が変わったらキャベツを投入します。火が通るまで5分ほど待ちましょう。独り言が行動の実況中継だとすれば、環境描写は状況の詳細な説明ですね。どちらも頭の中で瞬時に日本語を組み立てるトレーニングになります。最初はゆっくりで構いません。少しずつスピードを上げていきましょう。役割演技と環境描写、これらは自宅にいながらにして様々なシチュエーションで日本語を使う脳を作るための大切な練習法ですね。次はこれらの練習をさらに効果的にするための便利なツールについてお話しします。さて、パート3では練習の効果を高めるための記録と振り返りの方法についてユミさんにお聞きしたいと思います。はい。どんなに練習をしても自分の話し方が正しいか、発音がおかしくないか確認できなければ進歩は遅くなります。会話相手がいればフィードバックをもらえますが、一人で練習している場合はどうすればいいでしょうか？一番簡単で効果的なのは自分の声を録音することです。スマートフォンの録音機能を使えばすぐにできますね。そうです。先ほど練習したシャドーイングや独り言、役割演技をすべて録音してみてください。録音してそれを自分で聞き返す。これが非常に重要なんですよね。はい。私たちが普段話している声と録音された声は少し違って聞こえます。自分で思っているよりも発音が不明瞭だったり、リズムが違っていたりすることに気づけます。自分の間違いを客観的に知ることは改善の第一歩です。録音した音声を手本にしているネイティブスピーカーの音声と比較してみてください。どこが違うか、特にアクセント、工程の違いに注目すると良いでしょう。録音の練習として1分間スピーチをおすすめします。1分間スピーチですか？
テーマは自由ですか？はい。例えば、週末の予定や好きな日本の食べ物など、簡単なテーマで構いません。そのテーマについて、1分間日本語で話し続けます。1分間というのは短すぎず長すぎず集中力を保つのにちょうど良い長さですね。この練習を毎週続けて、録音を保存しておくと、数ヶ月後に自分の上達を実感できます。これはモチベーション維持にもつながりますね。他に何か便利なツールはありますか？例えば、話した内容を記録するためのものとか。はい、言語交換アプリや AI チャットボットを活用するのも現代の学習法として非常に有効です。AI チャットボットですか？例えば、チャット GPT のようなものでしょうか？そうです。最近の AI チャットボットは会話形式で質問に答えてくれますし、特定の役割、例えば日本語の先生役を設定することもできます。AI に向かって日本語で質問を投げかける。もし文法が間違っていても AI は正しい表現で返してくれるので、疑似的な会話練習になりますね。ただし AI との会話に頼りすぎるのではなく、あくまでアウトプットの練習台として使うのが良いでしょう。録音や AI を活用することで、孤独になりがちな自宅学習でも自分自身でフィードバックループを作ることができます。練習は量も大切ですが質も大切です。定期的に自分の日本語をチェックする時間を作りましょう。録音機能、1分間スピーチ、そして AI チャットボット、これらを活用すれば自宅学習でも十分スピーキング力を伸ばせそうです。さあ、これで本日の自宅スピーキング練習法についての3つのパートは終わりです。ユミさん、ありがとうございました。今日のテーマ、自宅でできる日本語スピーキングの練習方法について、とても具体的で分かりやすいヒントをたくさんいただきました。こちらこそありがとうございました。ポイントを簡単にまとめますね。はい、お願いします。まずアート1ではシャドーイングと独り言を紹介しました。正しい発音とリズムを身につけること、そして自分の行動を日本語で実況中継することが大切でした。聞く力と話す力の基礎を作る練習でしたね。特にシャドーイングでは感情を真似ることが重要でした。パート2では役割演技、ロールプレイングと環境描写です。コンビニの店員と客など一人二人役を演じることで様々な会話パターンを学ぶことができます。環境描写は今見ている景色を詳しく説明する練習で、表現力と語彙力を鍛えるのに最適でした。そしてパート3では録音機能の活用です。1分間スピーチを録音して聞き返すことで自分の間違いを客観的にチェックし上達を実感できるというお話でした。どれも特別な道具や会話の相手がいらない、今日からすぐに始められる方法ばかりです。日本語の勉強はマラソンのようなものです。すぐに結果が出なくても毎日少しずつ続けることが一番の近道になります。自宅で一人で練習するのは孤独に感じるかもしれませんが、皆さんの努力は必ず日本語能力の向上につながります。私たち豆腐ジャパニーズポッドキャストはいつも皆さんを応援しています。さて、今日のポッドキャストの内容が役に立ったと思ったら、ぜひお友達にもシェアしてくださいね。そしてこの番組をフォロー、または購読、チャンネル登録していただけると嬉しいです。皆さんからのコメントや質問もお待ちしております。こんなテーマで話してほしいというリクエストも大歓迎です。それではまた次回の豆腐ジャパニーズポッドキャストでお会いしましょう。田中太郎でした。佐藤由美でした。皆さん自宅での練習頑張ってくださいね。さようなら。バイバーイ。